皆さんは寒い時期、カニと温泉を堪能したいなぁと思いませんか？京都北部の温泉地でとてつもなく大きな露天風呂があり、心ゆくまでカニを楽しめる素晴らしい旅館を発見。100人は入れるほど広大な露天風呂を特別に撮影させていただいたので、たっぷりご紹介します。そして温泉の後の夕食はもちろんカニフルコースです。最後に宿泊料金を発表しますので、それでは本編をどうぞ。今回ご紹介する旅館は京都府京丹後市に佇む近畿一の広さを誇る大露天風呂が自慢の久美浜温泉湯本館です。久美浜温泉は海と山が調和した素晴らしい自然環境の中で、湯量が多く効能も優れている素敵な温泉地です。今回はお手頃価格でカニのフルコースが楽しめて、あっと驚くほどの大露天風呂に惹かれて湯本館さんに決めました。アクセスは車の場合、京都縦貫道大宮インターより約40分、電車の場合は京都丹後鉄道昇天橋で降りて、事前予約が必要ですが無料送迎バスで約5分です。湯本館さんに到着しました。駐車場は広々なので安心して止めることができますね。道路を挟んで向かい側に湯本館さんがあります。入る手前でスタッフさんから教えていただいたのですが、入り口横では温泉が流れているのだとか。触ってみると確かに暖かくて、早速温泉を楽しめました。予想外の温泉にワクワクしたので、それでは館内に入ってみましょう。こちらが湯本館さんの館内の様子です。ちなみに反対側には日帰り温泉客用の入り口があり、宿泊の場合はこの窓口からチェックインしました。売店コーナーは広々で商品も充実しています。ご当地のお土産もたくさん並んでいるので、いくつか購入しておくのも良さそうです。個人的に嬉しかったのがなかなか豊富なお酒の種類です。自販機の販売はないのでこちらで購入しておきましょう。ジャージー牛乳やサイダーもいいですね。大浴場は後ほどご紹介しますが、その奥を見てみると隣には喫煙所が設けられていました。さらに少し奥へ歩いていくと入浴者用の待合場所です。そこにはいろんな自販機が並び、定番の牛乳もありました。アイスクリームの自販機もあるのが嬉しいですね。またマッサージ機も2台ありました。高級感のあるマッサージ機なので極上の体験ができそうですね。一通りの施設紹介が済みましたのでお部屋へ向かいましょう。その途中に自販機が1台ありました。夕食会場の横を通りながら一番奥まで歩いていくと、今回宿泊するお部屋に到着しました。早速入ってみましょう。今回宿泊する5号室のお部屋は10畳の和室。予約内容では6畳と書かれていましたが、どうやらグレードアップしていてとても嬉しいサービス。ちなみにお布団はすでに敷いてあるスタイルです。客室電話に栓抜きとコップがあり、かわいい和風の小物入れにはティッシュと鏡が隠れていました。テレビは小型でテレビ台がまさかのセーフティーボックス。ポットと2リットルの天然水のサービスは嬉しいですね。続いてはテーブルを見てみると
まずは定番のお茶セット。各施設の利用時間などの案内にお付きお菓子が準備されていました。しっとり甘めな生地でサンドされた黒豆あんが最高でした。他にも宿泊者限定でお得にカニが買えるサービスもありました。売店の 10% の割引も嬉しいですね。次は窓の方を見てみると、2脚の椅子とテーブルのあるゆっくり二次会ができそうな広縁がありました。その奥には小型の冷蔵庫があり、中にはなんと2リットルの水がもう1本用意されていました。冷蔵庫の上の開き戸を開けると、お風呂用のタオル類に浴衣や茶羽織などがありました。ちなみに窓の外の景観はこんな感じで、青い橋を渡った先に夕日ヶ浦温泉があります。最後に入り口の方のドアを開けてみると、そこには洗面所とトイレがありました。ウォシュレットではありませんが、広めの空間です。また入り口ドアの鍵のかけ方は特殊なので注意してくださいね。角部屋だったこともあり、のんびりできる素敵なお部屋でした。続いては当旅館のメインの一つである露天風呂の紹介です。ありがたいことに今回は特別に許可を得て、それぞれのお風呂を余すことなく撮影させていただきました。注意として脱衣所には貴重品入れがないので100円玉が必要ですが、こちらのロッカーを利用しましょう。6枚にわたる温泉分析表がここの温泉のすごさを語っています。男女で入れ替えがあり、先に左側のお風呂をお見せしますね。まずこちらが左側の脱衣所の様子です。日帰り温泉を楽しむ人も多いのでロッカーも多めですね。ではお風呂はどうでしょうか。湯本館さんは 100% 源泉かけ流しが自慢の温泉。外気温に左右されない内湯は比較的に年中熱い湯温だそうです。異なる2つの源泉があり、毎分600リットルを超える湯量で、それを象徴するかのような圧倒的広さを誇る大露天風呂。外気温に左右されるので夏は暑く冬はぬるめになっています。よもぎ、レモングラス、桂皮、ドクダミなどの日替わり風呂もあり、この日はどうやらよもぎと生姜風呂だったみたいです。この温泉の滝は玄関からも見えるので、すごく迫力のある露天風呂だと思いました。続いては右側のお風呂を見ましょう。右側も同じような広さの脱衣所。こちらの湯はナニコレ珍百景で放送されたみたいで、露天風呂に珍百景があるそうです。まずは内湯から見てみましょう。2つの源泉を持つ湯本館さんでは、温度の違う源泉を混合することで加温・加水なしの自然の湯を楽しむことができます。そして珍百景の露天風呂はどうでしょうか。春は花が咲き、冬は雪化粧と季節を感じることができる露天風呂。夜になると雰囲気も変わり、見上げると星が綺麗に見えました。そして何が何これというのがこちらです。露天風呂の巨大なおじさんの銅像が見事に珍百景登録。なんとこの湯本館の創業者にして道頓堀の食い倒れの初代社長だそうです。またこちらの露天風呂にも日替わりのお風呂があり、同じくよもぎと生姜風呂でした。近畿一の大露天風呂と言われるだけあって、思わず泳いでしまうぐらい広々で最高の気持ちよさでした。大露天風呂で開放的な気分になった後は、
待ちに待ちわびた至福の夕食です。この瞬間のために昼食を少なめにしましたからね。今宵の夕食はカニ天ぷら&炭火焼きチョイスでカニフルコース。厳選された2杯相当のカニを楽しめる特選カニ尽くしプランです。メニューを吟味した結果、乾杯のお酒に選んだのはビール。旅館での夕食ってまず最初にビールを頼んじゃいませんか？そのビールを片手に贅沢なカニ刺しから、プリップリ食感とカニ本来の濃厚な甘みが口の中で広がります。白いお皿に焼きガニが入っております。で、炭火焼きですので、身の方を上にして焼いてください。身の方。さあ、お次は焼きガニパーティーです。炭火で焼くと香ばしさと身の甘みやうまみが凝縮されて、ジューシーさがたまらない、まさに極上の一品です。続いては1匹丸ごとの食べ応えのあるゆでガニ。不器用ながらも頑張ってさばくとカニ味噌がこんにちは。奇跡的に綺麗に割れた美味しそうなカニ詰め肉を使ってカニ味噌にディップすれば、それはまさに天国です。天国の案内役として早速熱燗を雇いました。カニと熱燗のコラボって心身に染み渡るんですよね。程よく塩茹でされたカニを食べて日本酒を飲むのが本当に最高。今回は一人旅なのでカニ鍋は小鍋でいただきます。このお鍋の出汁がすごく美味しくて、つい夢中で食べてしまう、まさにカニの魔力ですね。ハイボール一つ。追加でハイボールを頼んでしまうのも魔力のせいです。お料理も終盤で天ぷらの盛り合わせ。ちょっと豪華なプランにしたのでカニの天ぷらもあり、サクサクしていてすごく美味しかったです。そしてカニの締めといえばやっぱり雑炊ですよね。濃厚なカニのうまみが最高すぎておかわりするほど美味でした。本当に全てのカニ料理が美味しかったです。最後はオレンジでさっぱりと。ごちそうさまでした。圧巻の大露天風呂と素晴らしいカニ料理を満喫して翌朝、朝食を食べに夕食とは別の食事会場へ向かいます。朝風呂も済ませてお腹も減ったので食べる準備は万全です。湯本館さんの朝食はご飯のお供が充実している和朝食膳。一つ一つ丁寧に作られたお料理なので落ち着いて食事を楽しめました。焼き魚だけでなくイカのお刺身まであるのは嬉しかったです。こだわりの丹後コシヒカリは炊きたてホクホクで最高。昆布の佃煮やごぼうのきんぴらに海苔の佃煮、梅干しと奈良漬けや朝食にちょうどいいサラダ、カレイの干物にイカの刺身と久美浜の素敵な海の幸、温泉卵に味のりは嬉しい朝の鉄板メニューですね。そしてお味噌汁は毎日食べたくなる安心の味でした。寒い日に湯豆腐を食べると温まってほっとします。地元の美味しいお米をいかに多彩に楽しめるかを考えた、かなり満足度の高いおかずたちでした。まさにご飯泥棒なラインナップでごちそうさまでした。今回は京丹後市の久美浜温泉にある湯本館をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。とにかくお手頃でたっぷりカニを楽しもうと選んだ旅館ですが、露天風呂の広さにも感動してとても満足な宿泊となりました。お風呂の撮影には特別なお時間を割いていただき、全面的なご協力のおかげで存分に撮影できて深く感謝いたします。そんな素敵な湯本館さんの今回の宿泊費は金曜日の一人旅で26,518円でした。
ちなみに2人でも値段は変わりませんでした。一人旅でカニフルコースをリーズナブルに食べたい場合は湯本館さんが一番コスパ良かったです。もし気になりましたらぜひ宿泊してみてください。この動画が皆様の旅館選びの参考になれば幸いです。